なんだか和を感じるぞ。異世界へ迷い込んだみたい。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、まいまいです。今日はここ新神戸駅にやってきました。このローカルプライムチャンネルは編集部からレビュー依頼を受けたレビュアーが指令に書かれた簡単な指令に従って自由気ままに体験レビューをお届けするチャンネルです。今日もですね、ローカルプライムからの指令で、やってきたわけなんですけど、今回の指令はこちら、じゃじゃーん。日本でここだけ大工道具の博物館で日本の建築について調査せよ。すごい、大工道具の博物館があるんだ、神戸に。施設は竹中大工道具館。音声ガイドも利用してみて、木材の木の質感、香りの違いも体験。すごい、日本でただ一つの大工さんの博物館があるということで、早速行ってみよう。もうすっかり夏。まいまいさ、結構神戸とかにはね遊びに来る方なんだけど、大工さんの道具の博物館があるなんて初めて知った。どんなんなんだろう。駅近ってなんか書いてあったけど、どの辺なんだろう。新神戸駅から徒歩3分ぐらいって地図には書いてた。もうぼちぼちかな。見つけたー。竹中大工道具館って書いてある。竹中大工道具館、早速こちらに行ってみたいと思います。なんか入り口にすごいの見つけた。熊さんとはっつぁんもすごかった。ここは大工の国、ものづくりの国。大切なことは大工と道具が教えてくれる。大事なものを学んでこようと思います。行ってきます。うわー、なにこれ、すごい。めちゃくちゃ綺麗。なんだか和を感じるぞ。見て、めちゃくちゃ綺麗くない？うわー、入った瞬間すごい木のいい香り。こちら館内料金はこのようになっております。一般の方は700円、シニアの人は500円、高校生大学生は500円で、なんと小中学生の方は無料で入れます。しかも今なら兵庫を旅しようキャンペーンも適用できるみたいです。入館のチケットが変わってる。これはカンナかな。何か催し物があるときはこちらも使われるみたいです。すごく広くて綺麗。すごい、お土産売り場もある。こんな感じ。こちらは荷物を入れるロッカーもあります。実はちょっと事前にね、ここの竹中大工道具店さんを調べたんだけど、2014年に一度リフォームじゃない、リメイクじゃない、リニューアルだしたみたいで、すごい館内綺麗。昔おばあちゃん家こんなんだった。でもなんかおばあちゃん家の壁より上質。音声ガイドでできるらしい。しかも無料。ちょっと読み込んでみようかしら。シュッ。これで日本語落ちとな。こんな感じで音声ガイドを使いながらちょっと中を見学したいと思います。石から鉄へ。これじゃん、石から鉄へ。縄文時代から弥生時代にかけて、人々は石の斧で木を切り加工して木の建築を作っていました。こちらですね。こっちが石、こっちが鉄、こっちが石です。こっちは鉄です。すごーい。人々は石の時は木材を伐採して穴とかをね、まだ釘とかがなかったから、こう差し込むような感じで、こんな感じで作っていたので、こう背がね低い建物が主流だったらしいんですけど、斧を使うようになって次第にこういった高さのある建物が作られるようになったそうです。すごいね、道具が変わるだけでこう家の作り方も変わってくるんだね。めっちゃなんかいろんな形のカンナがある。見た、ノコギリだって。こんな昔、これは奈良や飛鳥時代の大工道具らしいんだけど、もうそんな時代からノコギリがあったんだね。当時のノコギリは分厚く、力を込めなければ切ることができなかった。今は随分と改良されたんだね。見て、何これ、めっちゃ大きい。こんなに大きいです。前身身長156センチなんですけど、それと比べるとこんなにも大きさがある。これは一体何なので
なんでしょうか。これは15世紀頃に復旧した2人で使う大型の縦板斧。ノコギリだ。見て、これよく見て、ノコギリになってる。そういうことか。これは2人組でノコギリで大きい木を切るやつに使われてたんだ。すごい。江戸時代に入ると建物も随分と変わった。こうやって見るとあれだね、昔から日本人すごい器用なんだね。すごくない？この種類。これは桃山天満宮を作った時の道具なんだって。墨壺の形。昔は現場に持ち込む墨壺の形で大工の腕が判断されたという。そうなんだよ。それはみんなめちゃくちゃ気合い入れて作るわな。ノコギリ、おっきいノコギリ、ちょっと怖いな。ハンナ、叩いて刻む。こっちはついて削る。木を組む。すごい。なんかこういうの見てたら全然釘とか使ってない。今みたいにこう釘とか使ってるんじゃなくて、本当に木と木を合わせて綿密に測って作られてるのすごい。そうだよね、昔なんてまだ釘とかなかったもんね。こちらは中国の大工さんの道具。全然日本と形が違くて面白い。この弓みたいな形のやつはどうやって使うんだろう。あ、見て、なんか火起こしみたいなやつでこうグリグリ、今でいうこのドライバー的なヨーロッパの道具。あ、この辺とかやっぱもうあれだね、海外って感じ。こっちはフランス。フランスは結構あれなんだね、鉛とか鉄を使ったものがめちゃくちゃ主流になってる。国によってすごいね、文化でこんなにも道具が違うんだ。この辺りはスイス、オランダ、イギリス。こちらの博物館は地下1階と2階。地下1階だけでもこんなに充実しちゃった。地下2階にも行ってみたいと思います。すごい、見て。そっか、昔はこんな感じだったんだね。竹かな。壁に使われるイタチ。そんな木を巧みに使って土壁か。あ、なるほどね。こんな感じで木で土台を組み立てて、ここに土壁のこういう泥を塗って壁を形成してたんだ。映像でも分かりやすい。映像で細かく竹を伐採した後からこういう加工までね、映像で見ることができます。なんとここ、履物を脱ぐと中に入ることが可能みたいなので、ちょっと入ってみたいと思います。結構ね、意外に天井めっちゃ低い感じ。昔の茶室、結構天井が低いのがびっくり。そっか、昔の人って身長割と小柄な方が多かったからかな。こじんまりしてるのに豪華だ。不思議の国のアリスになって異世界へ迷い込んだみたい。ここになってくると道具がたくさん、弓がたくさん展示されてます。ここは職人の道具を作る工房を再現しています。何これ。ででーん、たくさんの木。実際に木の匂いを嗅いでいきたいと思います。まずは杉。なんか玉ねぎの皮みたい。あ、でもいい香り。まいまいさ、杉花粉持ちなんだけど、杉の匂いってめっちゃ好きかも。いい香り。次はこちら、ヒノキ。よく屋根とかに使われるみたいです。あ、ちょっとさっきよりも白い。めっちゃいい匂いする。ヒノキの匂い好きだな。次はヒバ。殺菌作用があってヒノキを上回るんだって。ちょっとヒバの香りを嗅いでみたいと思います。すごい独自の匂いがする。確かに抗菌作用高そうな匂い。次はツガ。結構ね、こちらの木は硬いらしいです。ヒノキよりも上等なものとして使われることが多い。
材木だそうです。なんか手芸屋さんの紙みたいな匂いがする。優しい香り。次は栗の木。栗は水に対して強い性質を持ってて、土台として利用されることが多いんだって。とろろ昆布みたい。匂いもとろろ昆布とろろ昆布みたいな匂いする。お腹すく。次はケヤキ。硬く重い木なんだって。なんか懐かしい。この匂いは私は知っている。あれだ、鉛筆の匂いがする。ケヤキ鉛筆の匂いする。絶対鉛筆じゃなさそう。でもこの削り方的には鉛筆じゃなさそうだけど、なんか鉛筆みたいな匂いがする。最後は桜。桜はバラ科なんだ。摩擦に強い、そして優雅で光沢感のある木だそうです。結構優しい香り。もしかしたら今まで嗅いだ木の中で一番癖がないかも。面白い。木によって全然違うんだね、匂いも。ガイドを使ってもいろいろ知ることもできるし、実際に触れて経験することもできるから、めちゃくちゃ面白い。ちなみにね、今日はまだ開催されてないんですけども、ホームページ等なので見ていただいたら、こちらなんと体験をねすることもできます。ウェブで予約を受け付けているので、ぜひぜひね、小学生向けの体験もあって、それこそお箸作りとかバターナイフ、カッティングボード、ヒノキのスプーン、あと椅子とか木のね簡単なおもちゃとかコースターとか作れるのがあるみたいです。料金もすごく良心的で、300円から椅子で2500円か。木のお箸なんて500円で作れちゃうから、夏休みの工作とかにもぜひ利用してみたら、すごいね、思い出もできるし、学校の宿題も1個終わっちゃうし、一石二鳥かもしれない。ぜひこのロカプラを見たお父さんお母さんおすすめですよ。なんか外にはなんか庭園もあるみたいなんで、ちょっと庭園も見ていきたいと思います。離れにある庭園です。石でなんか模様ができてる。休憩室がここにあるので、休憩室からこの素敵な景色を見ながらちょっとおしゃべりしたりとかお休みすることができます。めちゃくちゃこの竹中大工道具館さん、すごい満喫してしまった。そして見てください、この360度美しい庭園。入り口のお姉さんに教えてもらったんですけど、もともとここは竹中大工さんの本家の方のご自宅の土地をそのまま寄贈していただいて、2014年にここでリニューアルしたということで、もともとはお家だったっていうのを聞いてびっくりしました。なんか今日一日ですごい日本の大工さんの歴史とか今まで知らなかったことが知れて、めちゃくちゃ感動した。大人の人が楽しめちゃう、いっぱいなんか学べるっていうか、木の種類とかその伝統であったりとか、そういうものを知れて、なんかまた一つ自分の国が好きになった一日でした。ぜひね、体験もできるところがあるので、これはお子さんとか絶対楽しいと思うので、ぜひぜひこれからの夏休みを利用して遊びに来ていただけたらなと思います。今日のローカルプライムのミッション、日本でここだけ大工道具の博物館で日本の建築について調査せよ。施設は竹中大工道具館。音声ガイドも利用してみて、音声ガイドバッチリ利用しました。木材の木の質感、香りの違いも体感。木ってなんか一つぐくりにしちゃダメだなっていうぐらいいろんな違いを体験できて、すごく大満足かつ面白かったです。それでは皆さん、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回レビューしたスポットの情報はぜひ概要欄をチェックしてください。この動画が良かった、参考になったという方は高評価、チャンネル登録、そして通知ボタンもお願いします。また動画の感想やレビューしてほしいお店やスポットがあればぜひコメントで教えてくださいね。それではみんな、またね。